皆さん4割くださいました。今日はですね、私がご法事の時にいつも、お話しさせていただいているお話をさせていただきたいと思います。で、このご法事の時にお話しするのはですね、決まって生きるための仏教という、そういうテーマでお話ししています。前にも申し上げましたけれども、この日本の仏教というのはお葬式の時、あるいは法事の時しかお坊さんあるいはお寺と関わらないということから、人々の中には仏教というのは亡くなった後そのための教えではないかというふうに思われている方が多いかもしれません。ただこのお釈迦様の教え、お大師様の教え、仏教の教えというのは今生きる我々がどうやって生きていったらいいか、そのための教えであると思います。ではなぜこの日本に伝わっている仏教ではこの法事あるいはお葬式であるこのご供養、亡くなった方のためのご供養というのを大事にしているかといえば、まさにそれは今生きる我々にとってそのご供養こそがすごく大事なことだからだと思います。その核になっていたのが私は各々のご家庭で祀られていた仏壇であるんではないかなというふうに思います。で今は、檀家制度というものが、崩壊に近づいてきていて、それはなぜかといえば、社会の形が変わって人口が流動的になっています。昔であればその土地で生まれてその土地で育ってその土地で亡くなっていく、つまり家と同時に仏壇が引き継がれていったんですね。ところが今は若い世代が都心に出ていく、帰ってきてくれたらいいけども、帰ってこない、そうするともう仏壇を継ぐ人がいない、そういうご家庭は非常に多くなっています。そして片やじゃあ都会に住んだ若い世代はマンション暮らしなので、まず仏壇を祀らなきゃということにはなかなかならないですね。ですのでやはり私の世代なんか特にそうですけれども、仏壇を祀っている家で、家に仏壇があるという友人は、少なかったですね。おじいさんおばあさんの家に行けばあるけれども家にはない。でこの仏壇のある生活とない生活、何が違うのかといえば、私は手を合わせる時間を持てるか持てないかの違いではないかなというふうに思います。仏壇があったからこそ、朝ご飯が炊けたらまず我々が口にする前に仏壇に備えなさい。まず朝一番でお供えしますよね。そして手を合わせます。そして寝る前にも必ず仏壇の前に手を合わせて、今日も一日ありがとうございましたと、伝えます。そして何か誰かから頂き物をすれば、まず仏さんのところに備えなさい、そういう習慣が当たり前にあったんですね。ところが仏壇がないとそういう時間はありません。でこの手を合わせている時間はですね、24時間という長い時間、一日の長い時間から見ればたった数秒とか数分だと思うんですね。でもたったその数秒数分であっても必ず一日のうちで1回あるいは2回、必ず手を合わす時間を持てていたのはやはり仏壇があったからではないかなというふうに思います。で私は聞いたことがあるんです。なんで拝まなければいけないのか、そのようなことを、師匠に聞いたことがありますけれども、一言で、謙虚でいるためやっていうようなことを、おっしゃいました。まさにこの手を合わせるっていうことは感謝するという心の表れなんですね。で例えば今日一日何かいい出会いがあった、あるいは何かいいことがあった時にですね、その寝る前に仏壇の前に手を合わせるとですね、報告しますよね。今日こんないい出会いがありました、こんないいことがありました、ありがとうございます。でそのいいことがあった原因をですね、自分のおかげだけではなくて、自分が努力してきたおかげだけではなくて、やはり仏さんであったりご先祖さんであったり、
自分を見守ってくれている存在、自分が気づかない間支えてくれている存在、そういった存在全てに対して感謝を持つ時間を作れるんですね。ところがそういう時間を持てないと、ただただ漫然と日々を過ごして何かいいことがあってもですね、それは当然自分が努力しているからそうやっていいことがあったんだというふうに思うかもしれません。でもそれはやはり感謝の心を失い、そして謙虚な心を失っていくことでもあるんではないかなというふうに思います。ですのでご法事の時にこういったご法事で手を合わせるということは、亡くなった方からそうやって感謝する、謙虚になる時間をいただいていることでもあるんだよというようなお話をさせていただいています。お経の最後に必ず回向の門というお経をお唱えします。回向というのは回して向かうというふうに書くんですけれども、何が回って向かってくるかというと、我々がお唱えしたお経がですね、本尊様、仏様のところに行って、そして亡くなった個人様のところへ行って、そして何倍にもなって我々にその功徳が返ってくる。この功徳が回って向かってくるというのがこの回向の意味なんですね。で、我々は亡くなった方のために手を合わせているんです。これは間違いないことなんですけれども、実はそれは回り回って仏様あるいは亡くなった方から我々に供養が届いているわけですね。これを相互供養というふうに言いますけれども、その目には見えません。そして言葉でも聞こえません。でもその拝んだことによって仏様あるいはご先祖様とつながった対話できたという心であれるかどうかはその人次第だと思うんですね。お寺に来て何も感じずに帰っていかれる方もいらっしゃいますし、お寺に来て何かすごく仏様の存在あるいはありがたい教えというのを感じ取って帰っていかれる方もいます。その違いは何かといえば、やはり手を合わせ真心を持って感謝の心を持って拝んでいるかどうかではないかなというふうに思います。ですのでこの手を合わす時間というのは我々が生きるためにものすごく力になる、支えになる、拠り所になる時間ではないかなというふうに思います。慌ただしい毎日であればあればこそその時間を大切にしていただいて、ほんの数秒でもいいんです。仏壇がない家庭であればご飯を食べる前でもいいです。とにかく一日のうちに少しでもこうやって手を合わす時間、感謝する時間を持つというのはすごく大事なことではないかなというふうに思いますので、皆様はこうやってお参りに来ていただいてますので、もう申し上げることは何もないんですけれども、その皆様の周りの方にも、そういった手を合わせることの大切さというのをまた周りに伝えていっていただけたらなというふうに思っております。手を合わせる時間、感謝する時間、それは祈りの時間であり、そして謙虚な心を作る時間でもある。そのために仏壇があるんだ、そういう意味が仏壇にはあるんだということを覚えていただけたらというふうに思っております。長々とお話聞いていただきましてありがとうございました。今日もどうもようお参りでございました。ありがとうございました。